はい、哲也です。今日もですね、例の小西文書の話をちょっとしてみたいと思うんですけども、今はですね、どういう状況にあるかというと、いわゆる小西文書、総務省内の行政文書ですね。これが行政文書としては本物であるということが一応はっきりしたという段階ですよね。この件についてですね、高市早苗さんを追及してきた、何を追及してきたかというと、放送法の解釈の、変更ですね。それを試みようとしていたという流れですね。それについてやっぱり高市さんに責任があるんじゃないかというようなことで、亡くなった安倍総理も含めてですね、自民党の当時の政権に対する攻撃になっているわけですよね。で、最近どういうやり取りがあったかというとですね、小西さんがですね、高市さんがこの文書は内容は捏造であると言ったということで、捏造か否かの巨匠責任は高市大臣が負うということでいいですねというのを確認をしたわけですね。で、高市大臣は立証責任が私にあるという委員のお話はおかしくないですか、これが正確なものだということを委員が正して立証してくださいよ、私は当事者としてこれは正確じゃないと申し上げておりますということなんですね。そうですね、自分が言ってもないことが言ったことになっててね、そういう文章が残ってたらそれは捏造としか言いようがないじゃないですかね。正確じゃないと、言ったことと違うことを言ってるわけだから正確じゃない、あるいはもっと言うと自分が言ってないことを言ったかのように書いてるんだって、それは捏造と言ってもしょうがないですよね。で、こういうことに対して僕はですね、ちょっと分かりやすい例を挙げて説明したんですよ。甲が乙にお前は盗みを働いたと主張したが、乙は私は絶対に盗んでおりませんと答えた場合ね、立証責任はどちらにあるかということなんですね。どちらにあるか、誰がどう考えたってこうだろう。今回の問題も同じで、立証責任が小西洋之氏にあることは明白だ、早く立証せよというふうに言いました。この件に関してね、同じ立憲の蓮舫さんはこのように主張しています。当時総務大臣として省内の公文書管理責任者である高市早苗さんが、この公文書の自身に関する4ページだけはおかしいと言い、野党議員に立証せよというのには驚いた。まず自身が捏造だといった根拠を示してくださいということですよね。で、これに対して僕はこのようにリツイートしています。もし私が話していないことが公文書に残っていて、それをもとに追及されたら、その文書は不正確であり捏造だと思いますと当事者として答えます。そんなことをないと言い張るなら、捏造でないことを立証する責任が追及する側にあることは明らかでしょうということですね。裁判でも何でもそうじゃないですか。責任追及する側が証拠を出して、その証拠に対して違う、反論が出たらですね、いやこの証拠は信憑性があるものです、正しいものですということを言わなきゃいけないじゃないですか。なんでそれは違います、私の言ったことと違うことが書かれているので捏造ですと正直にそれを言ったとしますよね。そしたら、いやそうじゃないことをあなたが立証しなさいっていうのはおかしいでしょ。責任追及する側すべきですよね。で、それについてね、皆さんに分かりやすくするためにこういうひねった例を僕挙げたんですよ。甲が乙にお前は万引きしたと主張したが、乙は私はやってませんと答えた。すると甲は日付のないぼやけた写真を見せて、これが動かぬ証拠と追及。乙はこれは私ではなくその店にも行っていないので捏造でしょうと回答。写真に関する立証責任は甲乙どちらにあるか、責任を追及するが甲だというふうに書きました。これでだいぶ分かったでしょう。高市さんに立証責任があるという人の意見のですね、中心というかね、ポイント2つあるんですよ。一つはね、これ行政文書に基づいて追及してるでしょと。行政文書というのは信憑性の高いものでしょという言い方が一つ。それからもう一つはですね、高市さんが捏造と言ったんだから捏造であることを高市さんが証明しなきゃいけないというふうに言ってるんですね。この2つなんですよ。で、それ一つずつ潰していきますね。まず一つ目のですね、行政文書は信憑性が高い、これは必ずしもそういうふうには言えないわけなんですね。なぜかというとですね、これは僕のツイートをちょっと紹介しながらお話したいと思いますけど、小西氏の立証責任を解く私への反論の中に、あれは行政文書であり信憑性が高いといった主張が散見されるが、行政文書だから信憑性が高いと決めつけるのは誤り。誰かの落書き的なメモでも役所で数名で共有すれば行政文書となる。
相手方の確認を経ていない行政文書が正確性に欠けることくらい常識だろうというふうに書きました。つまり行政文書というのは何かというと、ピンキリといえばピンキリなわけですよね。それこそみんなの確認を得てちゃんと記録として残しているものもあれば、メモ的なものをお仲間でね、とりあえず数名で共有したというものもあるわけです。いろいろあるわけですよね。ただ全当事者が確認していないものというのは正確性には欠けますよ。議事録でもそうじゃないですかね。会社でいろんな決め事をしました。はい、これ議事録こうです。ところがある部署の人たちだけは、関係してたのに自分たちが言ったことが全く書かれてないとね。別の部署のことはしっかり書かれている、自分たちの部署のことが書かれてない、これちょっとおかしいんじゃないですかって言って、あ、そうです、忘れてました、すいませんということで、きちんとそこを修正して、過失修正というかな、そういうことをしてより正規なもの、みんなで OK ってことになってね、みんなで認めたってことで、これが正式な文書じゃないですか。だから行政文書であったとしてもね、そういうものもあれば、こういうちょっとメモ的なものを仲間内だけで共有してる、仲間内だけでもね、数名でも共有すればとりあえずは行政文書になるわけですからね。だからその当事者の確認を経ていないものについてはですね、正確性というのは担保されてないわけですよね。で、今回の件でも高市さんに対する大臣レクについてもですね、大臣室には配布されてない、つまり回覧してないわけですね。だから適当なこと書かれててもそれをチェックできないということですよ。そんなものは信憑性なんてないと思いますよ。勝手に一方的に書いたものとしか言いようがないじゃないですか。それから安倍総理との電話会談というかね、その結果というのもありますけども、それも非常にあやふやなもので、とにかく誰が書いたかわからないし、日時がはっきりしないんですよね。日時不明ですからね。例えばこれ裁判だとしたらね、裁判所に出してもこれ誰が書いていつのことですかってね、いつのことかわからないとね、被告側もいついつこう言いましたよねって、いついつっていつなんですか、それ私はいつってはっきりしてもらえないと、反論できませんよっていうレベルじゃないですか。だから非常にね、あやふやなことになってるわけですよね。これ雨雲さんというインフルエンサーの方がですね、このようにツイートしています。安倍さんと高市さんが電話で会談した内容とされるメモ、現時点では作成者不明、会話の日時不明、真偽正確性不明、高市さんそんな会話しとらんよ、この段階でメモの精査をやめろと言ってるのが立憲さん、高市さんの首を取りたくて必死なのは分かるけど、さすがに事実の軽視が過ぎるよということですよね。その通りじゃないですか。で、これに対して僕のリツイートなんですけど、しかも仲間内にしか文書を回さず、当事者である当時の安倍総理や高市総務大臣はおろか、事務次官の確認チェックすら受けなかった。その意味では正確性に疑問のある文書であることは否定できない。にもかかわらず小西氏は正確性の精査を拒んでいる。おかしいだろうということなんですね。先ほどの僕の万引きの話に戻りますけどもね、コウがオツにお前は万引きしたと主張したが、オツは私はやってませんと答えた。するとコウは日付のないぼやけた写真を見せて、これですよ、まさにこの公文書というかこの行政文書はね、誰が作ったのかわからない。しかも何々のようだとか何々とのことみたいなね、ちょっと伝文形式みたいになってるもの多いわけですよね。それと、日付がわからないということですから、まさにこの日付のないぼやけた写真ですよ。高市さんのようにも見えるけど違うようにも見えるような感じですよね。そういう写真です。で、高市さんがですね、これは私ではありませんよ、その店にも行ってないので捏造でしょって言った場合にですよ、いや、その捏造であることを高市さんがなんで証明しなきゃいけないんですか。明らかにですね、いやこれはあなたこの時の服装はこういう服装してたでしょと、他の写真見ても同じ服装ですよと、髪型も一緒ですよとかね、いろいろ言って、この日あなたがここで訪れることが間違いないということを言ってくれないと、行った記憶が全くない、そこの店に行ったこともないのに万引きしてるシーンを写真撮りました。しかもその写真はですね、自分を攻撃する仲間たちが持ってた、共有してた写真だというようなことでね、全く話にならないと思うんですよね。こういうことをね、僕は思っていたので、例によってですね、得意のアンケート調査を行ったわけですけれども、まだ最後までは言ってませんけど、たった3時間でアンケートを取ろうと思ってやったわけですけれども、どういうアンケートかっていうと、小西洋之議員が放送法の解釈変更にまつわる問題で高市早苗氏の責任を追及すべく行政文書を証拠として提示していますが、その信憑性真実性に関して立証責任を負うのはどちらだと思いますか。で、小西洋之氏って言ってる人が 96.6%、高市早苗氏と言っ
っている人が 3.4% ということで、まあ 3.4% という人たちはですね、あっちの人ですよね。もう裁判も何もね、責任追及の仕方もわからないような人が 3.4% もいるってことですよ。ただ大半の人がですね、97% 近くの人がですね、これね、間違えて高市氏を推したという人が5、6人いましたので、3% ちょっとです。 3.4% もないと思いますけどね。ざっくり言うと 97% が小西洋之氏に立証責任がある、3% 強が高市早苗氏に立証責任があるということになったんだと思います。この結果はですね、常識的な人が多いなと思います。僕のフォロワーだからという人がいますけども、僕のフォロワーが多いとしてもですね、僕のフォロワーは常識人が多いんだなと非常に安心する結果だと思うんですね。いずれにしてもね、僕が一番言いたいことは、この問題で今国会が占拠されてるじゃないですか。またニュースもそういうもの多いし、それからツイッター上でもですね、この問題が中心に語られてるわけですけど、台湾有事がもう目前に迫ってる可能性があるんですよ、ね。少子化問題どうするんですか、憲法改正どうするんですか、経済安全保障促進法の改正をどうするんですか、セキュリティクリアランス、ね、今高市さんを潰してしまったらセキュリティクリアランスを含めた法改正はできなくなるかもしれないじゃないですか。それを狙ってるんですかね。どこからの指示なんでしょうか。本当に今の日本の政界というのは情けないなと思います。日本を本当に良くするために働いてくれている高市早苗さんをこういう形でですね追い込んで、そしてセキュリティクリアランスや、将来的にはスパイ防止法というところまでつながっていくと思うんですけども、そういう目を潰したい勢力がいるんでしょうかね。この問題については僕も必死で何が正しいかということをツイートでこうやって発信してますけども、やっぱりそこにばっかり目が行くんじゃなくて、もっと大事なことを国会で審議してもらえるようにですね、我々はもう一方でしっかりと訴えていかなければならないんじゃないかなと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。